空を飛びたいという人類の願望は太古からの夢として数々の神話や伝説に登場します。古代ギリシャの神話に登場するイカロスは父ダイダロスと共に作った羽で空を飛ぼうとしましたが、太陽に近づきすぎたためにろうで固めた羽が溶けてしまい、海に落ちて命を落としました。このように人間の飛行への憧れはしばしば危険と隣り合わせで描かれてきました。それでもなお、人類は空を飛ぶことを諦めず、その夢を現実のものとするために様々な挑戦を続けてきました。19世紀末から20世紀初頭にかけて科学技術の進歩により人類の空を飛ぶ夢は現実のものとなりました。1903年にはライト兄弟が動力付き飛行機による初飛行に成功しました。これは人類の飛行の歴史における大きな転換点でした。それ以来、航空技術は急速に発展し、飛行機は私たちの生活に欠かせない交通手段となりました。また、宇宙開発の進展により地球の大気圏を越えて宇宙に飛び出すことも可能となりました。しかし、飛行機の操縦士や宇宙飛行士として長時間にわたって空を飛ぶことは肉体に大きな負担を強いることが明らかになっています。例えば、パイロットは長時間のフライト中に狭いコックピットで座り続けることが求められ、これによる血行不良やエコノミークラス症候群静脈血栓塞栓症のリスクが高まります。また、宇宙飛行士は無重力状態での生活を余儀なくされるため、筋力や骨密度の低下、放射線被曝など様々な健康リスクにさらされます。飛行機のパイロットに関して言えば、彼らは高度な訓練を受け、飛行中の体調管理にも十分な注意を払っています。それでもなお、長時間のフライトは心身に大きな負担をかけることがあります。例えば、長距離国際線のパイロットは時差ボケや睡眠不足、長時間の座位による血行不良などの問題に直面することが多いです。これらの問題はパイロットの健康を損なうだけでなく、フライトの安全にも影響を及ぼす可能性があります。一方、宇宙飛行士にとっては無重力状態での生活が特に大きな問題となります。無重力状態では筋肉や骨に対する負荷が大幅に減少するため、筋力や骨密度の低下が急速に進行します。これを防ぐために宇宙飛行士は特別な運動プログラムを実施していますが、それでも地球上での生活に比べて体への負担は大きいです。また、宇宙空間では地球上に比べて放射線量が高く、長期間の滞在は放射線被曝による健康リスクを伴います。これらの問題は将来的な長期宇宙ミッション、例えば火星への有人ミッションにおいて特に深刻な課題となります。さらに、心理的な側面でも長期間の飛行は大きな影響を及ぼします。パイロットや宇宙飛行士は長時間にわたる孤独や隔離感、緊張感に対処する必要があります。特に宇宙飛行士は地球から遠く離れた閉鎖環境で生活するため、心理的なストレスが非常に大きくなります。このため、宇宙飛行士には心理的なサポートも重要です。総じて、空を飛ぶという人類の夢は科学技術の進歩により実現されましたが、その代償として健康的な肉体を失うリスクが伴います。パイロットや宇宙飛行士は飛行中や宇宙空間での生活において身体的及び心理的な健康リスクに常にさらされています。これらのリスクを軽減するためには適切な体調管理や心理的サポートが不可欠です。将来的にはさらに進化した科学技術や新たな医療技術により、これらのリスクをより効果的に軽減することが期待されますが、空を飛ぶという夢を追い求める人類にとって健康面での課題は依然として大きなものであると言えます。
人類の飛行への願望は、まさに進歩の象徴であり、科学技術の発展の賜物です。しかし、その背後には常に代償が存在します。この代償を最小限に抑えつつ、飛行という夢を追い求め続けるためには、科学技術と医療のさらなる進歩が不可欠です。そして、私たちが、その夢を実現し続けるためには、空を飛ぶことがもたらす恩恵とリスクを理解し、バランスを取ることが求められます。それは、太古からの人類の願望を実現するための新たな挑戦であり、未来への重要な課題でもあるのです。